モ活時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー270、SD ガンダムフォース絵巻、武者列伝、ブカブカ編、少年剣士蘭丸。2004年に発売されたキット。まずは素組みでの組み立てです。キットの開封から、当時定価300円の武者列伝、ブカブカ編第3弾のリリースキット。パーツの封入は1袋でした。パーツは白、濃紺の成形カラー、ポリキャップとシールが付属。変形ギミックは武者形態へのチェンジが可能です。コミックワールドもついた説明書はシンプル、表裏1枚。アーク最強の光の七人衆、疾風剣豪ゼータの息子です。武器は暁の竹刀です。そして箱に嬉しい特典がありました。SD ガンダムうんちく大将軍。ここは後ほど触れることにします。各パーツを説明書に沿って組み立てていきます。まずは頭部。前後の白パーツを組み合わせます。少年剣士蘭丸はガンダム軍団劣化隊の一員です。額の装甲パーツを取り付け、パーツのはめ込みやシールの補強接着にはプラモデル用接着剤のミスターセメント流し込みタイプを使って丁寧に組んでいきます。目のシールはこのパートで貼り付けます。ピンセットで取って丁寧に。接着剤はミスターホビーのこれか、もしくはタミヤセメントか、いずれかを使ってプラモデル製作は進めています。100機組の副隊長100式から1本取るほどの実力を秘めていますが、まだ実戦には立てておらず、父からもらったブカブカの波頭を装備して武者形態となります。武者列伝シリーズ第3弾。今回はパーツカットは説明書に沿ってすべて薄刃ニッパーでカットをして準備をしていきました。次にボディにポリキャップを取り付け、脚部用、頭部用に3つ使いました。腕部パーツ左右それぞれにポリキャップを接続します。光の七人衆の一員である疾風剣豪ゼータの息子。母はメタス、古武者の一人です。キットはシリーズ中で最もシンプルなもので、2色成形かつポリキャップパーツもボールジョイントのみです。兜を組み立てます。中央に来る白のパーツを挟み込む形で濃紺の兜パーツを組みます。BB 戦士はガンダムシリーズのモビールスーツを2、3頭身で表現、リフォルメした SD ガンダムのプラモデルシリーズ。1987年の発売開始。兜飾りは白と濃紺のパーツを使って、ここはシール対応で色分け設定がされていた箇所です。後ほどの塗装で対応することとします。まずは軽装タイプを組み上げます。脚部を左右取り付けます。腕部を接続します。頭部を取り付け、フロントビューからリアビュー、武者形態を作ります。武器の竹刀は左足に取り付けることができます。胸当ての装甲を取り付け、兜を装着して完成です。フロントビューからリアビューがこちら。素組みで組んだパーツは一旦分解して、次の塗装工程に向け下地をつけるべく、ミスタースーパークリア艶消しを塗布してマットな塗膜を作っておきます。後半は塗装パートです。下地塗装を先に見ておきます。使った塗料はパレホのモデルカラーホワイトグレーです。頭部、腕部、脚部、胴体、武器、兜、装甲に。パレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはパレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に応用できます。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい、マットな仕上がり。これらが何と言ってもパレホの魅力です。一手間ですが、この下地のあるなしで、その後の色のりは違ってくるので、漏れなくしっかり塗っていきます。溶剤塗料のラーミアンメディウムを水で薄めて使いながらペイントをしました。
箱に記載されていた情報満載の SD ガンダムうんちく大将軍。第3回は武者列伝のキーワードの一つ、親子がテーマでした。かつて活躍した武者の子供たちが次のシリーズで活躍するという流れが SD 戦国伝の基本的なストーリー。武者ガンダム、武者ノーマルの父がその初期シリーズ中に登場している小ガンダム。ナンバー44に登場したガンダム大将軍は2代目で、亡き父が初代天下統一編で登場した初代ガンダム大将軍でした。その初代ガンダム大将軍の若かりし頃は鳳凰ガンダムです。鳳凰ガンダムの弟がイカズチガンダムで、これが後の小ガンダムとなります。天下統一編は武者七人衆の親たちが活躍していた時代のエピソードでした。マーク2の父ははやぶさガンダム、ダブルゼータの父は獅子ガンダム、ニューの父はリュウガンダム、最後の父がサイガンダムでした。武者ゼータガンダムの父は武人ガンダムです。次の作品であった新 SD 戦国伝、また超 SD 戦国伝シリーズでは、主人公が大将軍となって、その息子が次のシリーズで大将軍となる形で物語が進行していきました。武者 F91 の息子の一人、V 丸が後の武者ゴッド丸です。兄の武者ビクトリーの息子のうち弟が武人キラ鋼編で登場した神王ガンダムでした。そして武者列伝のシリーズは、そんな親子が初めて同シリーズ上で闇に挑むという展開になっているのでした。先日はナンバー265の烈火武者ガンダムの息子、少年武者烈丸をペイントまでやって制作しました。SD ガンダムフォース絵巻武者列伝ブカブカ編は武者ガンダムシリーズの第16作にあたります。武者七人衆編のリメイク版で、武者七人衆の名前とデザインを継承した光の七人衆が登場する物語でした。特に親武者の方は SD ガンダムでのマスターグレードを目指したというコンセプトで、当時の BB 戦士シリーズの傾向であった 2.5 から3頭身プロポーション化が推し進められています。四股の可動部が増やされていて、従来の BB 戦士以上にポーズに表情がつけられるように工夫されています。胴体と足首の間にボールジョイントにより自由に稼働するスネパーツが挟まれるのが大きな特徴でした。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー270少年剣士蘭丸、まずは素組みで軽装形態、武装形態までを一旦作りました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。